なんか君、変じゃない？だって、いつもなら僕がゲームやら読書しててもお構いなしで膝の上に乗って話しかけてくるじゃん。なのにここ最近は、君から距離取ろうとしてる。必要以上に触れてこないし、話しかけても来ない。今日もせっかくの休日なのに、昼間はずっと自分の部屋にこもってたでしょ。ようやくお昼ご飯食べるために出てきたと思ったら、食べ終わった途端、ずっとソファーでスマホ触ってるし。別に君がそれでいいって言うなら、僕は口出さないでいようって思ってたけど、そんな浮かない顔されてたら、放っておけないよ。何かあったんなら、話聞くから言うだけでも言ってみたら？そうだね。今までの君は、誰が見ても僕に依存してたよね。僕がいてくれれば、それ以上は何もいらないし、私の時間は全部あなたのために使うって言ってた。その言葉通り、僕が何をしててもずっと後ろをついてきて、後ろから抱きついたり、僕の胸に顔をスリスリしたり、何をするにも常に一緒じゃないと嫌で、休日に僕が一人で出かけた時には寂しくて一人で泣いてたこともあったよね。で、それで？友達に彼氏に依存しすぎるのは良くないって言われた。もし何かあって一緒にいられない状況になった時とか別れた時に、何もかも失って辛い思いをすることになるって。なるほど。だから不自然なまでに僕から距離を取ろうとしてたわけね。やっと理解できた。まあ、友達の言いたいこともわかるよ。つまり、依存先を一つにしてると、その依存先に依存ができない状態になった時に君の精神状態が悪くなるってことでしょ？まあでも僕、君と離れるつもりないし。そりゃあ、君が新しい趣味を見つけて楽しんでくれるのは僕も結構だよ。映画鑑賞だとか、カフェ巡りとか、アイドルだとか。夢中になれるものを見つけてくれるなら全然いい。僕は君の趣味を尊重するし、せっかくならその趣味を共有して一緒に楽しみたい。だけど、そういうものが何もないのに僕に甘えることすら遠慮してたら、それこそ耐えられなくなるんじゃない？だってこの数日、僕と距離を置いただけで元気なくなってんじゃん。ご飯だってまともに食べてないし、夜もほとんど眠れてない。その長袖で隠れた腕もまた切っちゃったんでしょ？さっき包帯がちらっと見えたよ。せっかく最近はメンタルが安定した日が続いてたのに、僕たちが出会った頃の精神状態に戻ってるじゃん。そんなボロボロになって、それでも依存するのが本当に悪いことなの？だって君が僕に依存してそれで幸せそうな顔をしてくれるなら、それでよかったんだもん。それが、僕にとっても幸せだったんだもん。それに僕だって休みの日に同じ家にいるのに全然甘えてくれなくて、寂しいよ。君はさ、自分ばかり依存してるって思ってるのかもしれないけど、君とずっと一緒にいて僕も君に依存してるの。君が僕を必要としてくれて求めてくれるから、それが僕にとっての生きる希望になってた。お仕事でどんなに疲れても君が待っててくれるから、今日も頑張って乗り越えよう。君と一緒に、今日も頑張って乗り越えよう。君と一緒に生きていくために今日もお仕事頑張ってこようってモチベになって、嫌なことが続いて、メンタルが落ちて自分に否定的な時も、僕が生きていれば君が明日も笑って生きてくれるから、明日も生きてみようって思えてた。なのに、友達が彼氏に依存するのは良くないって言うからって、急に距離を置かれて。
同時に僕からも生きる希望を奪うの。そりゃ友達の言う通り自立して生きていけるならそれに越したことはないよ。だけど世の中には僕たちみたいにそんな簡単に生きていけない人もいる。僕たちにとっては依存が幸せに生きるための手段で、お互いがいないと普通の生活すらままならないんだ。でもそれならそれでいいじゃん。一緒にいて笑って生きていけるなら今はお互いに依存したままでいいじゃん。それともこんな風に言っても君はまだ甘えることを我慢するの？君はまた僕たちが出会う前、頼れる人も甘えられる人もいないまま一人で我慢して自分を傷つけながらどうにか生きてた頃の生活に戻りたいの？びっくりした。嫌だ。もうあんな寂しくて苦しかった頃に戻りたくない？僕もだよ。僕もあんなボロボロでいつ消えてしまうかもわからなかった頃の君に戻ってほしくないよ。いいんだよ。僕たちは僕たちなんだから、他の人の言葉に振り回される必要はないの。それにさ、何でも一人で考えないで、これからは僕に相談してよ。こんな風に言われたんだけど、どうしたらいいのかなって聞いて。そしたら僕も一緒に考えるから。ねえ。分かってくれたんだね。謝らないで。いろいろと言ったけど、君も君なりにいろいろと考えて頑張ってみようとしたんでしょ。その頑張ってみようと努力しただけで十分偉いよ。でも今日からは前みたいにたくさん甘えてよ。夜も今まで通りギュッて抱きしめながら一緒に寝よう。約束。じゃあほら、この数日ずっと触れ合えなかった分、今日はこのままお膝の上にいて、一緒にたくさんぎゅーしてお話ししよう。